はい、どうも藤井です。このチャンネルでは花の82年組のアルバムを聴いていっているんですけど、今回からサードアルバム編になります。今回紹介するのは松本伊代さんと堀ちえみさんのサードアルバム、どちらも初めて聴くアルバムです。どんな感想になるか楽しみです。では聴いていってみましょう。まず聴いてみるのは松本伊代さんのサードアルバム Only17 です。セカンドアルバムの Something 伊代が、1982年4月、82年5月にサードシングルテレビの国からキラキラ、82年8月にフォースシングル大人じゃないのを発表。この2枚のシングルは、作曲は以前のシングルと同じ筒美京平さんですが、作詞が湯川れい子さんから糸井重里さんに変わっています。特にテレビの国からキラキラはインパクトの強い歌詞でよく覚えています。82年12月にそのシングル2曲を含むサードアルバム Only17 が発表されます。ジャケットはこういうカジュアルな感じですね。すごく自然体な感じです。で、これがですね、当然中古のレコードを買ってるんですけど、なんと歌詞カードが入ってなかったんですね。これは安い値段だったんでしょうがないんですけど、こうした動画に撮ることを考えると、少々高くても欠品なしの探すべきでしたね。作詞作曲編曲は、レーベルに書いてありますね。で、全曲筒美京平さんの作曲になっています。情報としてはこれしかないんですけど、聞いていきましょうか。A 面1曲目魔女っ子17、ブラスの鳴り響くファンキーなサウンドで、そこに乗る糸井重里さんの歌詞がアニメチックで面白いです。当時のアニソンっぽい感じがすごくしますね。これは楽しい曲です。2曲目パンドラの夢、ゆったりとしたバラード曲です。綺麗なメロディーの曲ですね。サビで男性ボーカルが被ってきますけど、結構ボリュームが大きいです。有名な方なんでしょうかね。3曲目フリオの夏、ラテン系のリズムの洒落た感じの曲ですね。歌詞のフリオとはフリオ・イグレシアスのことでしょうかね。南欧のリゾート地のイメージですね。4曲目嘆きのナイチンゲール、こちらも綺麗なバラード曲ですが、途中に入るセリフとラストのフランス語でしょうか、それにちょっとびっくりしました。5曲目テレビの国からキラキラ、これは当時からすごくインパクトの強かったシングル曲。糸井重里さんの作詞でやはりアニメっぽいイメージですね。曲自体はオールディーズなポップスですが、ところどころにテクノポップ的なアレンジが入ってきます。この辺、確か同じ時期だったでしょうか。うるせえやつらのアニメの主題歌に通じるものを感じます。B 面に移りまして1曲目大人じゃないの、こちらも糸井重里さん作詞によるアニメチックなシングル曲です。アレンジはかなり遊んでいる感じで楽しいです。怪しげなテクノ歌謡からサビで王道ポップスになる感じがハマりますね。歌詞は A 面1曲目と対になっている感じですね。アニメのオープニングとエンディングっていう設定なのかな。この曲当時はあまり印象に残ってなかったんですけど、今回聴いてすごく好きになりました。B 面2曲目笑ってハートブレイク、弾むようなリズムの可愛い曲ですね。サビのコード進行とリズムパターンの変化が気持ちよくて好きです。3曲目ブルードルフィン、こちらも南の島でのリゾートバカンスを思わせる曲です。しかしかなりアップテンポで疾走感がありますね。気持ちいい曲です。4曲目恋はバンバン、オールディーズポップス的な曲です。いかにも80年代初頭的な軽快で可愛いアレンジですね。B 面5曲目ラストは黄昏ポエム、こちらもオールディーズのバラードの80年代的なアレンジ。ちょっと切ない感じの曲だけど軽やかに爽やかに終わります。糸井重里さん作詞の曲はまるでアニソンのような感じ。湯川れい子さん作詞の曲は南国のリゾートを思わせる曲が多いです。アニソン系の曲のインパクトが強いですけど、他の曲もなかなか良い曲が揃っていると思いました。
フリオの夏、笑ってハートブレイク、ブルードルフィンがかなりお気に入りです。でも一番好きなのはやはり、大人じゃないのと魔女っ子セブンティーンですかね。個人的には正統派より奇抜なやつを好むっていうのはあります。そのあたりご了承ください。続いて堀ちえみさんのサードアルバム風のささやきです。堀ちえみさんは82年11月にセカンドアルバム夢日記を発表後、83年1月に5枚目のシングルさよならの物語、83年4月に6枚目のシングル夏色のダイアリーを発表、そして83年6月にその2曲のシングルを含むこのサードアルバム風のささやきを発表しています。ジャケットはこんな感じでちょっと浮かない顔、みたいなジャケ写なんですけど、裏はこういった真剣な眼差しといった感じで、これはグッとくる人も多いんじゃないですかね。で、ちえみさんの LP はファーストから一貫してダブルジャケットになっていて力入ってるなと思います。でもこれちょっと状態が悪いものを買っちゃって、ちゃんと確認して綺麗なものを買ったらよかったんですけど、でこれは歌詞カードとポスターもついています。それでこのアルバムスペシャルシングルっていうのがついてるんですね。これも含めて聴いていきたいと思います。 A 面1曲目プレゼントは夏、夏らしい爽やかなポップスです。ちなみにセカンドアルバムまでは鈴木茂さんの編曲でしたが、このアルバムでは全曲サギス四郎さんの編曲になっています。2曲目キットバカンス、8分6拍子のオールディーズ風のバラードです。オーソドックスでノスタルジックな曲調、ちえみさんのボーカルはあどけない可愛らしさがありますね。3曲目夏色のダイアリー、シングルになったこれも夏らしい爽やかな曲ですね。イントロのシンセから清涼感があり、サビのメロディーもキャッチーで耳に残ります。ちえみさんのシングルの中でも好きな方の曲ですね。4曲目真夏の国、フォーキーなゆったりとした曲、夢心地なほんわかとした曲ですね。5曲目雨のダンスシューズ、雨粒が跳ねるような軽快なリズムの曲です。こちらもノスタルジックで夢心地な印象を受けますね。 B 面に移りまして1曲目誘惑アルファベット、こちらはブラスのフィーチャーされたファンキーな曲。しかしこれどこかで聞いたことがあるような気がするんですけど、なんかすごく似た曲があるような、思い出せないんですけど、B 面2曲目ドキください、オールディーズのロックンロールをベースにしていますが、ブレイクをふんだんに使ったキャッチーなアレンジになっています。タイトル通りドキッとする感じですね。3曲目恋はディンドン、イントロのベル系の音が調子っ外れでギョッとしますが、曲自体はやはりふんわりとノスタルジックなポップスです。 B 面4曲目さよならの物語、これはリアルタイムでもよく聴いて印象に残っているシングル曲です。マイナー調のちょっと切ない感じのメロディー、これもやはり60年代の GS とかに通じるノスタルジックさを感じます。しかしこういった曲でも聴いた心地がすっきり爽やかなんですよね。 B 面5曲目ラストは人魚姫、ゆったりとした爽やかな曲調と思いきや、サビの終わりで悲しげなマイナー調になる結構意外性のある展開でした。でもこれ歌詞の内容、心の動きに沿ったなかなか秀逸なアレンジだと思います。本編は以上で終わりまして、スペシャルシングルチエミスコール、ピアノの静かな伴奏から始まりアップテンポのパートへ、サビでのチエミチエミ好きよ好きさっていうところはコンサートでのコール&レスポンスを見越して作ってあるんでしょうね。これはすごく盛り上がると思います。これ収録時間的になんでわざわざシングルとして分けてあるのか疑問に思ったんですけど、なんとなくファンにとっては特別な思い入れのある曲だからなのかなっていうのを想像しました。そんなスペシャルな感じのする一曲ですね。
堀ちえみさんはちょっとノスタルジックでふんわりとしたイメージというのがデビュー時からの一貫していますね。そんな中でさよならの物語のようにちょっと切ない感じの曲もものにしてきているなと思いました。気に入った曲は、シングルの2曲とドキください、人魚姫、そして、ジェイミスコールです。はい、今回は松本伊代さんと堀ちえみさんのサードアルバムを聴いてみました。自分は、実はこの企画を始めるまで松本伊代さんにかなり苦手意識があったんですが、まさかこんなに良いと思うようになるとは、このオンリーセブンティー結構気に入りました。堀ちえみさんに関しては、実は以前から嫌いじゃなくてファーストもセカンドも結構好きだったんですけど、曲の方向性が割とオーソドックスなだけに初めて聴いてすぐに好きになるって感じではないかもしれません。でもやはり聴き慣れたシングル曲はいいなって思いますね。はい、では次回も82年組のサードアルバム聴いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。